こんにちは。おせちシリーズとしまして、桜井では、鯛の子の昆布巻きをやります。夜昆布とかって語呂合わせで、昆布を使った料理というのは煮しめの中に入ったりするんですけど、それに加えてめでたいというね、鯛というものを、使った料理で、その中でも鯛の子、スケソウダラの子です。たらことか、そういう鯛の卵を使って、で、昆布で巻いて、かんぴょうでくくって、で、長時間煮込むという料理です。根気のいる料理なんですけれども、丁寧に作ると非常に美味しく出来上がりますので、ぜひ家庭でも試していただけたらなと思います。まずお湯を沸かしておいて、このお湯をこう、かんぴょうの中に入れて、で、戻します。今日かんぴょうは24センチに切ってます。だいたい1本巻くのにその長さがあればいいかなと。で、もう1個、使うものは昆布ですね。今日は道南産の真昆布です。これもお湯にちょっとつけて戻します。水に締め出したりとかいろいろやり方あるんですけど、お湯の方がぬめりが出ないんで、すぐ使います。ね、上にちょっと浸してあげて。鯛の子ですね。これを、大体こう、2つ1セットになってます。これが1つの、1腹っていう鯛ですね。でこれを半分に切りまして、細い方と太い方とあるんで、細い方同士を組みを重ねます。で、これでこう巻いていくんです。手前にしっかりとこう絞りながら巻いていくと。巻きましたら、これを、かんぴょうで巻いていきます。これはあんまりこうぎゅうぎゅうにしない方がいいんですよね。きつく縛りすぎると今度昆布が戻ってくるんで、炊いてる間にこう大きくなるんですね。だからそれに耐えきれなくなってしまうので、できるだけこう緩やかに巻いてください。わかると思うんですけど、この間を切っていきますから、こういう状態です。こういう状態に巻き上げます。それでは、巻いた、昆布巻きですね。鯛の昆布で巻いたものに味をつけていきます。まず、だしですね。かつおだしと、お酒。そして、お砂糖と、みりん。だいたい1時間から1時間半ぐらい炊きます。最初沸騰させます。で、こんなキッチンペーパーを、鍋のサイズに切って、でこれを落とし蓋にしてますね。何回かこう煮詰まる作業と水を足す作業を繰り返してください。最初の合わせただしからどんどんこう水分が減ってきます。でまた水を足します。でまた減ってきますと繰り返して、で1時間ぐらい茹でて、昆布が柔らかくなってきましたっていう状態で醤油入れます。ある程度昆布がしっかり柔らかくなってから入れてください。でこれ柔らかくしてから、煮汁をちょっとずつかけたり、昆布をひっくり返したりしながら、もうさらに30分ほど炊きます。全部の過程で1時間半ぐらいですかね。昆布の状態にもよるんですけど、時間かけてしっかり炊いた方が美味しく仕上がりますので。で、この状態で最後、煮汁がなくなるまで、ひっくり返したり、煮汁をかけながらして詰めていきます。お醤油を入れてさらに煮詰めて、約30分ぐらい、汁気がなくなるまで完全に煮詰めてしまうんですね。
そういう状態でこうかけながらちょっとこう照りつけて完全に冷まします。完全に煮詰めます。この泡が出てくる状態ぐらいで、この状態にしておいて、で冷まします。しっかりと冷まします。バットにあけまして、でこの状態で冷まして、でしっかり冷めたら切り出していきます。冷めないとちょっと切りにくいですからね。冷めましたので、これを切って盛り付けていきます。昆布が、炊いてる間にこう膨らんできて、でこうびっちり中に詰まりますので、縁起物でもありますし、見栄えも非常に綺麗です。ちょっと白髪ネギ、三つ葉とあえたものね、これをのせまして、これで完成です。今年1年ありがとうございました。YouTube の配信っていうのも初めてのことで、ちょっと慣れないこともいろいろありましたし、まだちょっと慣れてない部分もあると思うんですけども、他のシェフとかも皆さんいろいろ協力していただいているようで、楽しく皆さんやりながら、僕たちも勉強になりますし、皆さんと一緒に、いろんな料理を紹介していけたらいいなと思っています。今年もね、結構かなりいろんなものを作ったりとか、いろんな試みをやってみましたけれども、またなんか、こういうことやってほしいとか、こういうものがあるけどどうしたらいいですかとかね、そういうこともいろいろ意見を、書き込んでいただけましたら、それに応じていろいろやっていきたいなと思います。また来年、も、配信は続けると思いますので、ぜひ楽しみに、ご覧になっていただいたら、僕らもやりがいが出てきますので、皆さんちょっとこうコロナの中でちょっと暗い雰囲気になってますけれども、家庭のご飯で元気を出していただいたら、僕らもこの上ない喜びになります。来年は、1月23日から僕はレッスンを始めますので、ぜひまた他のシェフの方たちもそうですけど、フーバーの方に足を運んでいただいて、で、この動画を見ていただいたりして、料理を作っていただいて、家庭の時間をもう楽しんでいただけたら僕らも幸せです。また来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。